こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの会員先生術師、新海真希です。さて、今日は11月の5日の満月、お牛座の満月のお話です。実はですね、この満月、地球に最も今年近い満月となります。スーパームーンってよく言われますけれども、普通常よりちょっと大きいとスーパームーンですが、実は今年は今月が一番のスーパームーンです。これからですね、この満月のからの1ヶ月、特にこの半月ですね、の間、こうすると良い、開運になるよという行動と、また NG 行動だよという行動を12星座別にこの後最後までお話をいたします。それから大石座の満月って体ともとても関係しているので、おすすめの体へのケアについてもお話ししていきますので、ぜひ最後までご覧ください。で、今言ったように月っていうのは軌道が楕円形なんですね。しかも地球とか太陽の重力の影響を受けるので、実は毎月の満月って月と地球の距離って一定じゃないから大きさも全然違うんです。ちなみに今年一番ちっちゃかったのは4月の満月。なんで今回の一番大きい満月と直径は約14%も違って大きく見えますし、明るさは30%。なので今回いかに大きな影響を受ける満月かということがわかると思います。で、今回の満月ですね、まずサビアンという度数からですが、大牛座の14度というところで起こります。この度数は先生術では海岸波打ち際で貝殻を手探りして探して子どもたちが遊んでいるというシンボルです。で、海というのはスピリチュアリティでは潜在意識を示します。陸が潜在意識を象徴します。まさにその境目が波打ち際ということなんですね。子どもたちはそこでリラックスしてるんだけれども、ボーリングじゃなくて、退屈してなくて、なんか新しいものを見つけようという好奇心、ワクワク感っていうのも感じているということですね。まさにスピリチュアルとリアリティの境目であるスピリアルな場所。ちなみにこのガイアハウスはスピリアルアカデミーという登録になってるんですが、このスピリアルな場所こそがとても自然なバランスの取れた安らぎのある幸せのある場所であるよという意味を持っている場所での満月です。で、今度は大牛座。ね、大牛座にスポットを当てると月は大牛座にあるわけですが、実利的で現実的な安心と平和の場所です。体とか五感とか所有とか触れて持てるものがテーマです。そして太陽のあるさそり座は精神世界とか神秘的な未知の世界だから不安定な危うい場所、怪しげな場所、それから変容や執着や秘密の場所というふうに言われています。なので、安定こそが安らぎであるっていうお牛座に安心感を与えるのはそこなんですが、正反対に位置するさそり座は、そうじゃなくて古い殻をどんどん脱ぎ捨てていって、脱皮しまくって、生まれ変わって変容し続けることで充実感を覚えるわけです。ですからこの満月は本当に正反対の力がぶつかり合っているんですが、実はこれお互いを最も必要とする満月でもあります。なぜならば変わらなければ成長しないし、結局安心できないし、変わり続けていれば土台が築けないから、やっぱり結局幸せがやってこないということになるんです。なので、つまりこの満月では、お牛座の持つ形あるものと、さそり座の持つ形がない変化していくものとの間でのバランスとか、お牛座の集めて収集して持ち続けるっていうことと、さそり座のもう手放して他者と共有しようという、このバランスを学ぶときと捉えると分かりやすいかもしれません。さらに、お牛座の所有のテーマによって、私は一体何を所有して大切にすべきかっていうことを再考察しながら、今の価値観と潜在意識、深層心理、そこにあるものと真正面から、取り組むことで、その今持っているものとは、それはぶつかって違うものっていうことに気づいてしまうということもあるかもしれません。ですが、今回その満月はそういうことが起こるんですけど、満月は手放しのサイクルですから、大切なものを守るためにも、実は手放す必要のあるものを潔く浄化するという決意を持って臨むべき時ということですね。
で、一方、牡牛座っていうのは金星の支配する場所なんですが、金星っていうのは地球に生まれた喜び、五感で感じる満ち足りた感覚、物質的なものとか具現化する、達成するっていうことの力を持ってます。それを促す力を持っているので、やはりそういうことを得るチャンスも、実在している牡牛座の満月なんで期待してもいいのではないかと思います。ということで、ちょっとこの牡牛座の満月をもう一回、ホロスコープをお見せしたいと思います。ちょっとね、チェックしておかなきゃいけない、アスペクトがあります。まず、牡牛座の満月なので、支配星である金星の場所が大事になってきますが、この、金星は天秤座4ハウスにあって、蟹座12ハウスの木星とスクエアを取ってます。それから水亀座冥王星6ハウスともスクエアを取ってます。金星は牡牛座の所有すること、お金を持つこと、豊か、社交、パーティー、楽しいっていうこう人生の側面をテーマとして担当しているんですけれども、このアスペクトがあるということは、行き過ぎややりすぎに注意です。なんでこう簡単に言うと、パーティーに行って楽しいんだけど、やりすぎて、飲みすぎて、次の日に後悔するような暴言吐いちゃったとか、二日酔いになっちゃったとか、そういうことが起こりうる満月なので気をつけましょうと。それから水亀座、冥王星からは、このスクエアは人間関係に関してのスクエアですので、そこでの感情、つまり嫉妬、執着、支配したい、されてしまう、権力を持ちたい、持たれてしまうっていう、そういう闘争を引き起こす可能性があります。ありますが、木星9ハウス、土星や海王星とはトラインを木星は取ってるんですね。なので、この木星と土星や海王星のとのトラインは、感情の解放によっては物事が動き出すチャンスっていうのも示しています。で、この月が9ハウスの土星海王星とはスクエアをしているって、こう前世術のチャートっていうのは、これとこれで、ここからこう、こうって流れていくって、こうね、連続して読むことが大事なので、ということは、それから8ハウスの魚座のドラゴンヘッドともセクスタイルを取ってますね。なので、これは権力との摩擦をきっかけに逆に大きな権力を手にしたり味方につけたりするという可能性も示しているというふうにとっていいのではないかと思います。はい。で、火星と水星は射手座で、重なってますね。そして冥王星とこれは共鳴してますから、体そのものをケアするとか、体を使って行動する、それから頭を使ってマインドでどう考えるかっていうことをポジティブな方向へと、サソリ座的な変容させていくっていうタイミングでもあって、チャンスでもありますよ。ということなので、ちょっと大牛座に、おすすめの行動の一つとしての体のケアというものをここでちょっとせっかくなのでシェアしておきたいと思います。お牛座の満月っていうのは喉とか首とか甲状腺のケアが大事なんですね。皆さん普段髪の毛体にゴシゴシするけど首をきれいに洗うとか首のケアをしているでしょうか。もししていなければ今回特に意識をしてみてください。実はスピリチャリティの教えではもうあなたにいらないものとか波動を下げてもらうものとかしまうものとか念みたいなものはこの首の後ろのところに溜まっているんですよ。なので私たちは結構この一番お風呂に入ると首をきれいに磨きます。なので皆さんも優しく首のリンパの流れを良くする意識を持ってきれいに流してください。で、その時に3つの言葉、物への執着、お金の不安、頑固さを手放しますというアフォーメーション。これが牡牛座の満月の手放しなので、しながら首をきれいにしてみてください。で、特に私はクリスタルショップの経営者ですので、他の動画でもそういう話もしてるんですが、実はクリスタルとかジュエリーを身につける場所っていうのは、チャクラに関係していたり、星座にも対応してるんですね。で、お伊勢座っていうのはこの喉で人間がなぜネックレスをするかというと、まさにここを守るんですよ。私はもうこの七芒星のシンボルをずっと身につけていて、だからネガティブなものがこの首周りに来ないように全部跳ね返すようにしてるんですけど、なのでやっぱりこう素敵なクリスタルなり、こういうシンボルのネックレスをするというのも首を守るためにはおすすめです。さあ、それではここからですね、満月からの1ヶ月、特に半月の間、これをすると良い方向に行くという開運行動や、マインド
の方向ですね。それからこっちすると NG になるよということを12星座別にたーっとお話をしていきたいと思います。よいしょ。はい。ではですね、まずお羊座からいきます。お羊座、開運は所有することを、収益に関すること、価値観、すべての整理整頓ですね。で、自分の価値を言語化することがいいです。契約とか金銭問題に向き合って戦略を練るといい方向に向かいそう。NG 行動は衝撃的な衝動的な買い物、浪費、それから他人と価値観で争うことです。あなたの価値観だけに集中して他人のことを言わないというのがいい方向に行きます。お牛座は自分自身の五感や快適なゾーンを整えるために好きなものや推しグッズで自分の周りを満たしてください。それからアイデアが浮かんだらアウトプットするといい月です。NG は過度に守りに入って変化を拒絶するとより停滞します。双子座は今月休むことが大事、リフレッシュの時間を持ってください。それから直感、感性、資源っていうスピリチュアルな価値っていうのをその時間に味わう。ちょっとのんびりゆっくりそういうものを味わってみてください。NG 行動はとにかく無理をすることで今月は燃え尽き症候群になりやすいので気をつけてください。蟹座はグループ活動、地域活動、友情を強めるようなイベント参加、人が集まる場所で人気が出ます。なんか地域のね、お掃除なんとかみたいなのを参加してみるといいと思いますね。NG 行動は個人主義に偏りすぎて、共有の恩恵を逃すこと、時間をケチに使うことです。どんどん人のために時間を使ってください。獅子座は過去の人脈とかすでに過去から持っている才能や資格を使うために積極的に自ら誰かにアプローチしたりオファーを出すと長期的な資産価値の基盤を整えていくことになります。NG は様子見をしているとその機会が他の人に取られちゃいます。乙女座は学び、探求、価値観の成果をアウトプットするチャレンジタイムです。例えば先生術を習っている、でも自信ないからライブには出ないんじゃなくて、今回ライブに出て喋ってみましょう。なんかいいことがあるはず。NG は学んでいないことに手を出すことです。天秤座は財産や資産、お金に対する執着の手放し、それからお金に対して再度計画を立て直すことが大事です。NG はケチになること、もったいないという感覚からの行動が全部チャンスを逃す方向に動いてしまいます。さそり座はパートナー、共有財産、人との関係においての金銭的ないろいろな問題を話し合うとき、また契約をやり直すときでもあります。NG は他人に流されて自分の価値観をないがしろにしてめんどくさいからまあいいわって言っちゃうことが NG です。いて座は生産性の見直し、ワーク・ライフ・バランスの見直しと日常のルーティン、食、体のケアです。NG は完璧を追って停滞することです。あくまで見直すけど完璧主義になるんじゃなくてバランスが取れるように、見直してください。ヤギ座は婚活がすごくいいんで、結婚してない人は恋愛にちょっと力を注いでください。もう結婚してる人は子供みたいに羽目を外すこと、子供の頃好きだったことに時間を費やすと、それが将来の自分の資源になりそうです。なんか絵描くの好きだったなと思ったら、ちょっとテンポラリーの1日絵画コースみたいなのに行ってみると、なんかすごくいいことが起こりそう。NG は大人びた考え、なんとかすべきとか、もったいないとか、制限をかけるというルールを守らなきゃとか、こういう意識を捨てることです。捨てないと NG ですよっていうことですね。水亀座は家のリフォーム、配置転換、大掃除、家具とかカーテンをできれば変える。ちょっと大きすぎる出費になるなら玄関マットぐらいでいいんで変えてみてください。NG は外食が多いとか外出が多い、社交が多いっていうのが今月の NG 行動になります。魚座は人との共有関係、特に資源とかお金、を見直してください。共有している何か、もう一度やり直すことが大事です。それから習ったことの再受講にも最適です。NG は浅く関わろうとするっていう意識を避けてください。深く深くいった方がいいと思います。ということで以上ですが、最後にこの宇宙からのメッセージを受け取れるセプタグラムソウルジャーニーリーディングから1枚引きは12です。
水術のカードが出ましたが、この12はユニコーンとか、こういうね、地球からの恩恵という意味なんですね。だからこういうクリスタルとかハーブとか、地球から受けている私たちの恩恵を十分に使っていかれるといいと思います。クリスタルやハーブ、すごくいいですね。なんかちょっと持ってみられるのもいいのではないかと思います。ということで、素敵な大志座満月期をお迎えください。